今日ナンプラお兄さんが行くのはタイの西側の町カンチャナブリにあるクエーガー橋という場所です。この橋はかつてミャンマーとタイを結んでいた対面鉄道のために作られた橋で、実は日本の歴史とも深く関わりのある場所です。一体どのような場所なのでしょうか。ナンプラお兄さんと一緒に探検してみましょう。太平洋戦争中に現在のミャンマーであるビルマとタイを結んでいた対面鉄道という電車がありました。この鉄道の建設には実は日本が深く関わっているのです。日本軍がビルマを占領したことをきっかけにこの鉄道の着工は始まりました。タイからビルマまで海上ルートを行くことは難しいので、物資輸送用の陸上のルートを何としてでも確保したい日本兵は一刻も早くこの鉄道を開通させる必要がありました。しかしタイとミャンマーの国境付近は山が連なっていて、開通するのは一筋縄ではいかなかったのです。建設にはタイの現地住民やイギリス、オランダ、オーストラリアなどの連合国捕虜、そして日本兵も一緒になって線路の建設を進めました。ジャングルの中での炎天下での作業、戦時下での食料不足による栄養失調、そして洪水被害により何度も橋が流されたり、米英軍から橋を爆撃されることもありました。さらに追い打ちをかけるようにマラリアやコレラ等の伝染病の大流行により、この鉄道の建設中には何万人もの人が亡くなったのです。この対面鉄道の建設の全工程の中で一番難しい場所と言われていたのが、今回行くカンチャナブリのクエガー橋周辺のルートでした。全工程で5年かかると言われていた建設期間を多くの人たちの犠牲によってわずか1年半ほどで完成させたと言われています。このエピソードは戦場にかける橋というアカデミー賞も受賞した映画によって世界中に知れ渡り、今では海外から多くの観光客が集まるカンチャナブリでは欠かせない観光スポットになっています。おはようございます。朝の集合記念です。おはようございます。3日目の朝です。眠たいね。これからここで朝食とってから出発したいと思います。今日もバイクで出発します。行きましょう。行きましょうか。最初橋まで目指して行きます。はい。ねえ、いい天気。バイクで来れそうじゃない？結構遠いんじゃない？頑張れば来れるか。バスで3時間ぐらいだったから、まあバイクでも3、4時間あれば着くのかな。観光地っぽくなってきたね。リバークワイパークって書いてある。そうだね。なんか思ったよりすごい観光地だね。ここ行ってみましょうか。面白いね。お土産の T シャツみたいなのがいっぱい売ってる。体感ついてる。あ、本当だ。なんか電車が来てるよ。乗れんじゃない？すごいラッキー。ちょうどシエル。この電車さ、ほんとさ、1日に2本ぐらいしか来ないんだよ。見れて超ラッキーじゃん。これカンチャナブリの駅から来てるんだよ。朝一のさ、多分7時発ぐらいの電車なんじゃないこれ。バンコク7時ぐらい出てくる電車。多分同じだと思う。こ
こ先だよ。ねえ。これなんかそのまま飛び乗りたくなっちゃう雰囲気だね。うん。なんかちょっと通ってみる？駅こんな風になってんだね。目の前で帽子が売ってたりとか。ねえ。ちょっと一瞬乗ってみる？シューって言ってるけど大丈夫かねえ、出発したら出なきゃ。ね。こんな雰囲気です。出発されたらねえ。そうだね、カンチャナブリからバンコクまで帰るときに電車乗ってみようと思ってます。うん。マークかっこいいね、SRT。ステップのマークかな。スペシャルツアートレインだって。普段は走ってないやつかもしれない。そうかも。そういうことか。 3連休だから観光列車が走ってるのかも。線路の真ん中を歩いていきます。こんな経験ないね。線路の真ん中歩くなんてめったにない。この頃よく歩いてた俺。本当に？すごいね。うん。橋が見えてきました。すごいね、なんか。うん。この橋でね、この橋っていうかこの路線を作るのに人は死んだんだっけ？そうだから歴史のある橋なんだよね。あ、戦争は嫌だね。あ、電車来るんじゃない？そっか、端に受けないと電車来るかも。ここにいたら。あ、来ます来ます。こっち側から。みんな避けないと。こんな人いるけど通るんだね。ね、これなんかステージみたいになってるのかな。そう、だんだんになってて人が座れそうな雰囲気。ね、この橋が思ったより観光地でびっくりしたね。ねえ。作られたのも多分第二次世界大戦の時。だからもう80年ね、70年ぐらい前。80年ぐらい。うん。電車が出発しました。お、誰がついてね。これは電車好きにはたまらないんじゃないかな。いや、俺電車好きなんですあ、よ。本当。こんなレトロな電車が走ってて、しかもなんか前に座ってる人いるんだけど。やばい、何あれ。マッドマックスみたいじゃん。電車が1両、2両、3両と走り抜けていきます。たくさんの人たちが乗っていますね。ゆっくりゆっくり走っていきましたね。すごいね。いや、すごい家だった。うん。橋の上を足で渡っていきます。
んなにすごい昔に建てられた橋とは思えないぐらい結構重厚感が、ね、サイドにはお寺があったり、あとレストランで休憩してる人たちもいます。橋の上はボートとかハスの花が売ったりとかします。見えるかな。ちょこっとピンクで見えるのがハスの花です。風が吹いててすごい気持ちいいです。なんかさっきのところよりちょっと高低差があるというか、ここ高いから怖いね。本当。こんな感じです。なんか日本の旗とタイの国旗と、あとなんかお花が飾ってあります。だね。本当だ。ここなんかライブ会場みたいになってるのかな。これなんだろうね。ミサイルだ。ミサイルみたいなのが置いてある。投下型ミサイルみたいな。うん。お参りしていきますか。行きましょう。うん。すべてに兼ねて。うん。このご神木のやつだ。ねえ、このご神木はいろいろ見てきたのかもしれないよね。ちょっとお参りしましょう。うん。平和な世界を。うん。ナンプラお兄さんが列車好きってあんまり知らなかったな。あ、そう。うんそうなんですよ。なんか列車好きエピソードあるんですか？もう好きでさ、うん。もう海外とかで。小学校の頃なんだけど、うん。ずっと電車の写真ばっかり集めてて。あ、そうなんだ。それは岩手銀河鉄道の。いや、じゃないじゃない。じゃないその時はね、初借りっていうさ、うん。ああいうなんていうの、へえ、知らなかった。へえ、すごいこれ。なんだろう。宝石屋さんみたいなのがある。あ、牙で。あ、象の牙か。へえ、すごい象牙屋さんだった。象牙って今では取り扱っちゃいけないようなもんだもんね。大きい機関車を見つけました。これが走ってたんだね。ね、すごいね。もう錆びててすごい茶色くなってるんだけど。こんな電車。いいね。うん。これ歴史を感じるね。なんか書いてある。第二次世界大戦なんとかカンチャナブリでの第二次世界大戦時のミャンマーインドの日本兵軍用運搬容疑者。上になんかで車が乗ってる。へえ。こんな自転車とかも置いてあるんだね。うん。恐ろしいね、こんな風に人を運んでたの。怖いね。ああ、なるほどね。あ、でも
ずっとミャンマー越えてね書いてあるね、なんかワーリングはなんか地図でさ、うんこの辺見るとさ、なんか平坦なのかなって思うけど、すごい山だもんね。そうだね。こっちからエラワの滝行く方もかなり山がいっぱいあって、うんなんかもう壁みたいになってたから相当作るの大変だったんだろうなと思うよね。だって山脈みたいな公園だけある。うん、そうだよね。まあ、来てみなきゃわかんないことっていろいろあるよね。そうだね。なんかやっぱりこういう山道見てみても、この鉄道作るの相当大変だったんだろうなって思うし、歴史を感じるね。本当そうだね。